皆さんこんにちは。今日も最新のウクライナ情勢について、公開情報をコンパクトにまとめて地図を使って、いち早くわかりやすくお届けします。よろしくお願いします。チャンネル登録して通知をオンにすると、動画公開時に連絡が来ます。過去の動画も再生リストから合わせてご覧ください。ウクライナ情勢。ロシアがキーウに侵攻してから1147日になりました。まずは全般的な事柄です。先ほど公表されたウクライナ軍の参謀本部の最新の発表によると、ロシア軍の損失は兵士1180名、戦車7両、装甲戦闘車20両、砲68門、多連装ロケット2両、防空システム2機、ドローン147機、その他車両210両、となっています。ウクライナ軍のシルスキー総司令官は、今年に入ってロシア軍の装備11,583台を破壊し、2024年からでは35,000台以上の装備を破壊したと報告しました。また、ウクライナ軍のドローン攻撃が高度化し、数十万トンの補給物資がロシア軍の前線部隊に届かなかったと付け加えました。この中にはロバは入っていませんが、オートバイや四輪バギーは入っていると考えられ、計算すると、今年のロシア軍は昨年より2倍の速度で装備を失っていることになります。戦線全体では158回の地上戦の報告がありました。戦況図と並んでよく見られているウクライナとロシア情勢のニュースコーナーです。YouTube のチャプター機能で必要なところを見ることもできます。1番目。ウクライナ軍の捕虜になった中国人の大光軍師と張人波氏は、ウクライナ保安庁が主催した記者会見で、捕虜になるまでの経緯を詳細に語りました。両氏とも、北京政府との関係はないと否定し、王氏はパンデミック中に仕事を失い、そこにロシア人から負傷兵のリハビリを手伝ってほしいと言われ、ロシアに来た。来てみると軍隊に入るしか選択肢がなかったと述べました。同氏は5日間の訓練後にロストフに送られ、その後前線に到着してから3日後に戦闘に送られたとのことです。そして中国では TikTok で兵士のイメージが美化され、中国で兵士になることは名誉だが、誰でもなれるわけでなく、国外で兵士になろうとする。しかし、ロシア人は誰も中国語を話さず、契約や報酬の話は一切明かされず、中国語の文書も一切なかったと語り、ロシア人は信用してはならない。ロシアは見た目ほど強くないし、ウクライナはそれほど弱くないと述べました。また、張氏は、私はより高い給料のためにロシア軍に入隊した。給料20万ルーブルの入った銀行カードを受け取ったが、脅迫され、カードはすぐにロシア人に没収された。私の給料はロシア人が勝手に引き出して私物化していたと述べました。2番目。ロシアがウクライナの市民を2発のミサイルで攻撃した後、トランプ大統領は残念なコメントを発表し、ロシアを批判せず、ゼレンスキー大統領とバイデン前大統領が戦争の開始を許したと批判しました。これに対し、ゼレンスキー大統領は、トランプ氏がウクライナを訪問し、ロシア侵略の結果を自らの目で確かめようとすれば、アメリカ国民は喜ぶだろう。戦争を終わらせるのに必要なことだと批判し、EU のカラス外相は、殺人を止めるにはそれを行っているロシアに圧力をかけなければならないと述べ、今や誰の目にも明らかなことだが、と付け加えました。また、EU はアメリカによるスパイ活動のリスクを避けるため、アメリカに出張する職員に使い捨ての携帯電話とノートパソコンを使わせることになりました。取材に応じた関係者は、フィナンシャルタイムズに対し、大西洋の同盟は終わったと述べ、ブリュッセル地政学研究所のミデラール所長は、アメリカは国益を追求し、権力を強化するために超法規的手段を用いる敵対国だと厳しい見方を示しました。また、SNS でトランプ政権に
批判的なコメントをした観光客や職員がアメリカに入国拒否されるケースがあると指摘しました。3番目。イギリス国防省は定期報告で、ロシアは今年だけで13万8000人の死傷者を出しているものの、前線はほとんど変化がなく、死傷率が増加していると公表しました。その理由として、去年の同時期は1日あたり1000人未満だったが、今年3月は平均1300人の損失を計上し、攻勢が激化していると指摘しました。また、あるロシア兵の妻はビデオメッセージを公開し、軍では兵士の生存率を低下させるために、突撃兵は救急キットの携行を禁止している。夫は傷薬も包帯もなく送られ、怪我をしたら死んでしまうと末期的状況を案じました。メッセージでは、指揮官は夫に負傷者は不要だ。帰ってこなくてよいと命令し、気を利かせたのか、最後のために、弾丸は一発取っておけと教えてくれたとのことです。妻は、負傷者に自滅を命じるのが軍隊なのかと、半ば諦め顔で話しました。それでは、各地域の戦況です。戦況の変化のあるところを中心にお伝えします。その変化は大画面で、フルスクリーン表示にしていただくと、街並みや日付とともに追いかけることができます。説明にあたり、この分野で起きた様々な事案を参考に、ルジアンやルシアン軍など、YouTube に適した表現を使っています。また、海外で戦況分析に使っている人がいますので、聞き取りやすい英語の副音声を数時間後に公開しています。北東部、スームイ、クルスク、ハルキウ方面。ルシアン軍が侵攻の目標に設定した人口25万人のスームイ。ウクライナ軍が侵攻したクルスクとベルゴロド、ハルキウ方面の戦況についてお伝えします。作戦に影響を与えるスームイの天気は晴れ。最高気温18度、最低気温5度。今日の天気予報は晴れとなっています。この方面でルシアン軍は、クルスク方面で18回の攻撃と37回の空爆、ハルキウ方面で3回の攻撃を行いました。クルスク方面。この方面では、ルジアンが多大な損害を出しながらわずかずつ前進しています。1番目。スームイの南西50キロの地点にあるテタキノの貨物駅では、位置情報付きの映像によると、ウクライナ軍のミグ29から ASSM ハンマーが投下され、この場所にあった弾薬工場が破壊されました。また、これにより、数十人から数百人のルジアンたちが地面に召されたとのことですが、詳細な人数は不明となります。この場所はかつて砂糖工場でしたが、軍に接収され、経営陣は損害賠償の訴訟を起こしていましたが、この訴えは却下されていました。2番目。バシフカでは、位置情報付きの映像によると、ルジアンの突撃が行われ、ウクライナ軍によって撃退されました。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第36海兵旅団のもので、地図の場所に4輪バギーで乗り付けて展開するルジアンたちの様子を観察しているところとなっています。戦況図に変更はなく、ここ1週間の撃退地点は後方に下がっています。それ以外についても、各方面で地上戦の報告はありますが、ルシアン軍の前進は確認されませんでした。北東部ルハンスク州方面。東部チャシフヤール方面。クピャンスクからチャシフヤール方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、クピャンスク方面で4回、スバトベクレミンナ戦は21回、シベルスク周辺で2回、チャシフヤール方面では6回、トレツクの方向は21回攻撃を行いました。クピャンスク方面。この方面で、ルジアンは、日和見的な攻撃を仕掛け、ウクライナ軍は、前線に出る前に、後方で部隊を叩こうとしています。1番目。
クピャンスクの東のステポバノボセリフカの北では、ルジアンが2つの攻撃軸で攻撃を仕掛けました。まず、地図の場所では、ルジアンがウクライナ軍陣地をドローンで襲撃し、色の変化からガス弾を使用していると思われますが、その後歩兵が入り、ウクライナ軍の陣地を制圧しました。その700メートルほどの範囲を、係争地からルジアンが占領したとして更新しました。2番目。次に、その南東では、ルジアンが谷沿いに機械化攻撃を行いました。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第43機械化旅団のもので、地図の場所の様子となっています。この攻撃により、ルジアンは少なくとも3両の装甲車両と10人以上が地獄に召されました。戦況図では、歩兵の展開を開始したところまで、ルジアンが前進したとして更新しました。面積は3平方キロになります。シベルスク周辺。この方面では、ビロホリフカとその南の鉱山をめぐる攻防戦が激しくなっています。ルシアン軍は鉱山を包囲しようとしている可能性があります。1番目。まず、集落の西の地図の場所では、ルジアンがひたすら西に前進しようとしています。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第81空挺旅団のアパッチチームのもので、地図の場所でオートバイで競争するルジアンや、ドローンと戯れるルジアンの様子となっています。この攻撃により、ルジアンは13台のバイクを失いましたが、戦況図では、この場所まで、係争地が700メートル拡大したとして更新しました。2番目。反対に、その南の地図の森林では、位置情報付きの映像によると、ルジアンが森林を前進し、ウクライナ軍が反撃を行い撃退しました。ウクライナ軍は、装甲車でルジアンの陣地に近づき、その後歩兵が展開して掃討作戦を行いました。こちらも同じ第81空挺旅団のもので、地図の場所の様子となっています。こちらは、ウクライナ軍の支配地のまま、戦況図に変更はありません。トレツク方面。この方面では、ルシアン軍が市街地で苦戦し、郊外で攻撃を行っています。1番目。トレツク市街地では、ルシアン軍の攻撃は前進につながらず、反対に、ウクライナ軍が反撃を行いました。北西の住宅地の先にある工場では、位置情報付きの映像によると、ウクライナ軍が反撃し奪還しました。ルシアン軍が奪われた陣地に砲撃を行っていることから判明しました。ご覧いただいているのはルシアン側のもので、地図の場所の様子となっています。戦況図では、この工場全体をウクライナ軍が奪還したとして更新しました。2番目。郊外のオレクサンドロピル、パンテレイモニフカ付近の郊外では、位置情報付きの映像と複数の情報を総合して、ルシアン軍が郊外で前進しました。ご覧いただいているのはルシアン側のもので、バレンティニフカの地図の建物の様子を上から観察しているところとなっています。その他の情報も総合して、戦況図では集落の郊外をルシアン軍が占領したとして更新しました。ウクライナ側の軍事観察員のマショベツ氏は、バレンティニフカもルシアン軍が占領しているとしていますので、確認が取れれば、範囲は再度見直します。面積は15平方キロになります。この付近からポクロフスクの東側の郊外では激しい地上戦があるというよりは、ルシアン軍が戦線の凹凸をまっすぐにしようとしていると考えられ、ウクライナ軍もある程度これに合わせて後退していると思われます。南東部ドネツク州、ポクロフスク、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、ポクロフスク方面では54回、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面で21回攻撃を行いました。ポクロフスク方面。この方面で、ウクライナ軍は、ドローンで地域を制圧している中、ルシアン軍は、
ポクロフスクに戦力を集中させ、機械化攻撃と歩兵の突撃の両方を行っています。1番目。ポクロフスクの東にあるカリノベでは、昨日の動画で、ルシアン軍が東から前進したことをお伝えしましたが、その後も攻勢を続けています。複数の情報を総合すると、ルシアン軍が前進し、カリノベの集落の半分程度を占領しました。戦況図では、集落までのウクライナ軍の陣地をルシアン軍が占領したとして更新しました。面積は7平方キロになります。2番目。また、複数の情報を総合すると、ゼレネポールの南側の郊外でもルシアン軍が前進した情報があり、戦況図では川の南側をルシアン軍が占領したとして更新しました。面積は2平方キロになります。3番目。ポクロフスクの南にあるリシフカでは、ルシアン軍が集落の北側を西に進み、ウクライナ軍が砲撃でルシアン軍の集結している家を狙い、前進を阻止しています。その位置から、戦況図では、集落の北側の奪還地を縮小させ、係争地が500メートル拡大したとして更新しました。ベリカノボシルカ方面。この方面でも、ルシアン軍の攻勢を強め、わずかずつ前進しています。そのうち、ブラツケでは、位置情報付きの映像によると、ルジアンが集落内に入り占領しました。ご覧いただいているのは、ウクライナ側のもので、地図の場所の様子となっています。ルジアンは、シェフチェンコに向けて前進を行っていて、戦況図では、ブラツケの集落全体を占領地として更新しました。面積は1平方キロになります。後方地域。今日もルシアン領内で不審な出来事が起きています。アルハンゲリスクでは、ウクライナ国防省主要情報総局 GUR によると、内務省の車両と管理棟で火災が発生し、当局は沈黙を保っています。映像では、警察の車両4両が燃え、その後建物に延焼した様子が確認できます。南部ザポリージャ州、南部ヘルソン州。これらの方面で、ルジアンは6回攻撃を行いましたが、ウクライナ軍が撃退し、戦況図に変更はありませんでした。今日は以上です。情勢分析やニュースの感想、最新情報など、ぜひコメント欄にお寄せください。最後に、このチャンネルにはサブチャンネルがあります。また、関連する Twitter、ノート、テレグラム、ニコニコ動画もあります。ノートでは、日々の戦況を無料で読むことができ、ニコニコ動画では、昨年8月までの戦況動画を掲載しています。何かあった時は、これらのメディアで視聴者様にお知らせしますので、ぜひ、どれか一つでもチャンネル登録、フォローの方をお願いします。リンクは概要欄にあります。ご視聴いただきありがとうございました。